こんにちは、はるなです。この動画はリスニングとスピーキングを同時に上達することができます。最初にちょっと見てみましょう。これは学校です。これは学校です。これは学校です。This is a school. これは学校です。その後、リピート練習、シャドーイング練習もしてスピーキングのレベルも上げましょう。まずは3つのスピードで聞いてみましょう。ここに鉛筆があります。ここに鉛筆があります。ここに鉛筆があります。There is a pencil here. ここに鉛筆があります。これは高いですか？安いですか？これは高いですか？安いですか？これは高いですか？安いですか？ Is this expensive or cheap? これは高いですか？安いですか？朝、公園を散歩してから朝ごはんを食べました。朝、公園を散歩してから朝ごはんを食べました。朝、公園を散歩してから朝ごはんを食べました。I took a walk in the park before breakfast. 朝、公園を散歩してから朝ごはんを食べました。机の上にメガネとノートを置きました。机の上にメガネとノートを置きました。机の上にメガネとノートを置きました。I put my glasses and notebook on the desk. 机の上にメガネとノートを置きました。今日は暑いのにコートを着ています。今日は暑いのにコートを着ています。今日は暑いのにコートを着ています。It's hot today, but he's wearing a coat. 今日は暑いのにコートを着ています。会議の時間を忘れないようにメモしておきました。会議の時間を忘れないようにメモしておきました。会議の時間を忘れないようにメモしておきました。I made a note of the meeting time so I wouldn't forget it. 会議の時間を忘れないようにメモしておきました。彼女は音楽を聴きながら勉強しています。彼女は音楽を聴きながら勉強しています。彼女は音楽を聴きながら勉強しています。She is studying while listening to music. 彼女は音楽を聴きながら勉強しています。社長は新しい計画をお話になりました。社長は新しい計画をお話になりました。社長は新しい計画をお話になりました。The president talked about the new plan. 社長は新しい計画をお話になりました。旅行の時、道に迷ったことがあります。旅行の時、道に迷ったことがあります。旅行の時、道に迷ったことがあります。I've gotten lost during a trip before. 旅行の時、道に迷ったことがあります。急げば間に合ったのにバスが行ってしまいました。急げば間に合ったのにバスが行ってしまいました。急げば間に合ったのにバスが行ってしまいました。If I had hurried, I would have made it, but the bus left. 急げば間に合ったのにバスが行ってしまいました。
毎日の動画を続けるために高評価ボタンで応援お願いします。今度はフレーズを繰り返して練習しましょう。ここに鉛筆があります。これは高いですか？安いですか？朝、公園を散歩してから朝ごはんを食べました。机の上にメガネとノートを置きました。今日は暑いのにコートを着ています。会議の時間を忘れないようにメモしておきました。彼女は音楽を聴きながら勉強しています。社長は新しい計画をお話になりました。旅行の時、道に迷ったことがあります。急げば間に合ったのにバスが行ってしまいました。シャドーイングです。音声を聞きながら少し遅れて真似しましょう。ここに鉛筆があります。ここに鉛筆があります。これは高いですか？安いですか？これは高いですか？安いですか？朝、公園を散歩してから朝ごはんを食べました。朝、公園を散歩してから朝ごはんを食べました。机の上にメガネとノートを置きました。机の上にメガネとノートを置きました。今日は暑いのにコートを着ています。今日は暑いのにコートを着ています。会議の時間を忘れないようにメモしておきました。会議の時間を忘れないようにメモしておきました。彼女は音楽を聴きながら勉強しています。彼女は音楽を聴きながら勉強しています。社長は新しい計画をお話になりました。社長は新しい計画をお話になりました。旅行の時、道に迷ったことがあります。旅行の時、道に迷ったことがあります。急げば間に合ったのにバスが行ってしまいました。急げば間に合ったのにバスが行ってしまいました。
最後はクイズです。答えがわかったらコメントしてね。忘れないようにカレンダーに予定を書きました。忘れないようにカレンダーに予定を書きました。お疲れ様でした。クイズの答えは明日の動画を見てね。もっと練習したい方はメンバーシップ限定の動画もチェックしてください。英語を聞いて日本語の文を作る練習で1週間の学びをしっかり復習できます。それでは次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。